ダダン。おー。何かの専門家になれるなら、何の専門家になりたい？まあ今日本語の教師をしてるけど、それ以外に何かの専門家、エクスパートって専門家だよね、多分。エキスパートとも言う気がする。そうだね、エキスパートとか、専門家になれるなら何？難しいね。さやかは日本語教師じゃなかったら、何をしてると思う？なんだろう。なんだろうね。うわー、いい質問。何してるんだろう。なんかでもエンターテイナーとかやってそう。ミュージカルのエンターテイナーとかやってそう。でも昨日これは友達に言ってたんだけど、ドラマを見ながら、私、来世は女優になりたいって言ってたの。なれそう。でも、女優になりたいと言っても、メインキャラクターではなくて、いつもサブキャラがいいって言ってた。ちょっと。サブキャラだったらどんなキャラがいいの？ちなみに。でもなんかいろんなキャラクターをやれるのかなと思って、サブだと。ちょっと憎たらしい役もできるし、怖い人もできるし、なんか気が弱い人の役もできそうだし、逆にコメディアンとか、あと、なんだろう、医者の助手とか、なんか、メスはいっていう。なんかヤクザの娘とかもできそう。さやか。ヤクザの娘？ヤクザの娘とかも、なんかいろんなバラエティできそう、さやか。確かに。そう。それがやりたくて、サブかなと思った。今もやってますよね。日本語できたの活動で、いろんなキャラクターやってますよね。やってるね。でも私あれキャラクター作り、もっと頑張らなきゃなって思うの、よく。ちょっとその脚本家とか、そっちは多分向いてないんだなと思って、演じる方が好き。男の歩き方どうだろうとか、自信ない人の歩き方どうだろうとか考えるの好きなの。やばい。何目指してるんですか？もう最高。なんかさ、この仕事やってたら、あれ日本語教師かな私って思う瞬間ない？何やってるんだろう私みたいな。あるある。いや、あるけど、でも結局、そのキャラクターを始めたのは、理由があるから、結局私日本語教師なんだな、に戻るんだけど。そう、もちろん。でもなんか、ふとした瞬間に、なんでこんな男の歩き方を私はマスターしようとしてるんだろうとか思わない？確かに。思う。なんか、おうとかやってると、あれおかしいなってなる。面白い。そうだよね。ちょっと全然質問からずれちゃったね。ごめんなさい。いえ、私もすぐ脱線するからね。女優？でも、女優は来世かなと思う。今世ではない。今世ではない。じゃあ今世何にでもなれるとしたら、何かやってみたいことある？やってみたいこと。さやかいろんなことやってるけど。今2つ頭に浮かんだのが、1つ目は音楽作りたい。
それがなんか DJ なのか、なんだろう、作曲家というか、家にこう、機械があってコンピューターがあって作る人なのかはわかんないけど、音楽作りたい。で、二つ目は、なんか食とか栄養のことについてもっと勉強して、なんかいいレシピを考案したい。そうだね。音楽も好きだし、料理も好きだよね。確かに。ピアノも弾くし、あと時々一人で、ラッパーみたいに一人で自分の部屋で歌ったりしてるじゃん、さやか。はい。そう、なんか、本当にやりたいことは、自分の自由時間に、ふとした瞬間にやってしまってることらしくて、さやか、自由時間に一人で歌ったりしてるなと思って。最近はそうだね。XG って知ってる？知らない。何？なんかね、日本人グループなんだけど、韓国をベースに活動してて、もうなんかかっこいいの。K-POP みたいなんだけど、全部ラップなの。英語で。めっちゃかっこよくて、私もあんな風にラップできるようになりたいと思って練習してる。練習してる。なんか日本語の、女子のラップとか作ったらいいんじゃない？はあ。なんかできそう。やりたい。ちょっと、それこそ何目指してんのだよね。いや、でもめっちゃ役に立ちそう。でも役に立つとか関係なく、自分がやってみたいことだからね。その音楽作るとか、食に関する仕事をするとか。でも今なんかパッと思った。さやかがいろんなカツラかぶっていろんなキャラクターで女子のラップ作ってるとこがちょっと想像できちゃった。想像しちゃった。やばい。やるかー。初級の女子ラップ。全然どうやって作るかわかんないけど、さやかは想像力がすごいから、想像力もすごいし、クリエイティブだから、なんか、作れそう。ちょっと、やっちゃおうかな。ミクはどうですか？私は、最近、さやかにも言ったんだけど、最近興味があることがあって、心理学をずっと勉強したいって思ってたけど、なんか、いつかしようって思ってたんだよね。そう。でも、このビジネスをしながら、心理学を学ぼうかなと思ってる、最近。そう。素敵。なんか、自分が興味があることがだんだん分かってきて、最近ポッドキャストもさ、なんか人生の話ばっかりしてて、何のポッドキャストなんだろうって思うぐらい、日本語と関係ない話ばっかりしてるんだよね。そう。それが良さだよ。他のポッドキャストではさ、聞けない話、こういう話ってこういう風に日本語でするんだがつながるし、なんかミクのさ、個性が出るよね。そうかな。なんか優しい人たちがたくさんいて、レビューでもこういう話聞けて嬉しいですとか言ってくれるんだけど、私はもうただただ自分の人生の記録みたいに最近学んだことは、とか最近こういうことを考えてますとか、そんな話ばっかりしてるから、自分の興味があることってこういうことなんだなっていうのがなんかだんだん分かってきて、ちょっとやってみようと思ってる。これ学んでそのセラピストとか心理学者になるか分かんないけど興味がある。素敵。でもずっと言ってるもんね、前から。心理学に興味があるって。そうだね。多分2年前ぐらいから
思い始めたかな。なんかもともと興味はあったけど、2年ぐらい前から、なんか学んでみたいなって思い始めたかな。だからさやかと出会った頃ぐらいかな。そうだね。そう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 。そうだね。それはやってみたいかな。まあエキスパート、専門家になるかどうかわかんないけど、やってみたいことです。はい。へえ。楽しみだね。楽しみ、ワクワクする。そう、なんかさ、ビジネスしてたら、これだけをしなきゃいけないって思ってしまうこともあるじゃん。今はこの目の前にあることだけを頑張らないととか思うけど、最近思うのは、それしながら自分がやりたいこともできるなと思って。そうそうそう。なんかこの目の前のことだけじゃなくて、自分の興味があることとかもどんどんこうインプットしていくのもいいなと思って。そうそう、さやかも言ってたよね。なんか自分が学ぶことも大事だなって最近気づいたって言ってたよね。絶対インプット大事だね。そうだね。なんか一人の人間として学びを、どんな学びでも自分の興味のあることを勉強していくのって、ずっと大事なんだなって思う。そうだね。学ぶの好きだよね、さやかも。なんかワクワクしない？知識が増えるの。ワクワクする。学校の勉強は好きじゃないんだけど。同じく。興味があることで、知識が増えるのは、楽しいね。なんか自分の人生振り返った時に、ワクワクしてた時期って、学んでる時とか、なんか成長を感じてる時なんだよね。そのスペインに行って留学してスペイン語を勉強してる時とか、メキシコに行って日本語教師の修行をしてる時とか、そういう時が一番ワクワクしてたなって思うし、このミクリアルジャパニーズでもまだお母さんとか友達しか見てくれてなかった時でも、なんだろう、もうちょっと前よりうまく説明できるようになったとか、なんかそういう成長を感じられる時にワクワク感じるなと思って。さやかもそうだよね、アメリカで。そう。そうそうそう。何かチャレンジしてる時、新しいことがどんどんできるようになる時が、一番自分が輝いてたなって思うから、なんか、あれみたい。ゲームでさ、キャラクターがどんどん成長していくみたい。たったらー、さやか、レベルアップなんかそんな感じ。さやか何々のスキルをゲットしたみたいな。そう。ゲットした。どんどんなんかゲームクリアしていく。ゲームとは思ってないんだけど、レベルアップが、てれん。わかるわかる。なんかずっと同じところにいると飽きてくるんだよね。なんか毎日同じでつまんないって思っちゃうタイプだから、どこかでこう何か新しいことを学ぶとか、新しいことに挑戦するとか、そういう機会を自分に与えないとやる気なくなっちゃう。私。わかる。そうなんだよね。なんか、ね、新しいことしてたいよね。そうだね。だから、だからかもしれない。なんかさ、YouTube とか Instagram で、なんかフォロワーさんが増えてくれるのはすごくありがたいんだけど、それで、たったらーとはならなくて、私の中で。それは結局なんか同じことをしてるから、自分の中の成長がそこになんか自分に感じられなくて。なんかそれでもっと違うことができるようになった時に、たったらーモメントが来るかもしれない。
ごめん。全然言葉にできてない。すみません。だったらモーメント。達成感を感じる瞬間。あ、そうです。とか、なんだろうな。成長を感じる瞬間、かな、だったらっていうのは。ごめん。いや、でもだったらでわかると思う、みんな。この交換音は世界共通じゃない？だったらっていうのはレベルアップの効果音だと思う。日本人のオノマトペの付け方ってさ、日本人だとみんなが一緒になるじゃん。たったらの、たの音になるじゃん。でもきっと、例えば英語を話す人がそれを聞いても、たとは言わないんじゃないかなって最近思ってて。確かに。なんか、チャラランとかさ、チャチャラーン。それもそれも日本人の脳がそうなってるのかなって。だからオノマトペって難しいのかなって思うんだよね。そうだよね。だってさ、豚の鳴き声とか、海外ではなんだっけ？ウィンク。ウィンク。ウィンクじゃん。日本だとブヒブヒだからね。全然違うよね。確かに確かに。だから皆さん、たったらーって私たちが言ったときは、成長している、レベルアップしているという意味です。はい。はい、そうです。そうだね。私も自分の人生振り返ると、やっぱり成長しているときかな。学んでいるときとか成長しているときに、生きてるなって感じる。わかる。そういう自分にとって大切なことを無視して、仕事をしすぎた、ちょっとね、仕事をしすぎちゃったり、めっちゃ噛んだ。やらなきゃいけないことしかやってなかったりすると、どんどんこうやる気がなくなったり、燃え尽きちゃったりするから、そういうのも大事だよね。っていう話でした。はい。失礼いたしました。いつも違う話になってしまって。いや、多分、本当にこの方がいい。これの方が自然だから。インタビュー形式の会話だったら、それしか話せないじゃん。そのトピックしか。そうだね。でも、さやかと話してるときは、もう本当に、リラックスしてるから、どんどん話したいことが話せる。よかった。そう。イェイ。イェイ。よかったと思った人は登録するのを忘れないでね。Don't forget to subscribe. And if you like to improve your Japanese fast and effectively, please check out my course. Now you can listen to a few sample audios for free on my website, so you can check it out and see how it works. The link is in the description box. じゃあまたね。